はい、クロスタウン森田隼人です。よろしくお願いします。科学的に研究したハンバーグの作り方をご紹介します。1点目がですね、温度を上げないために、冷水を使うということですね。で、2つ目がですね、お麩を、使うということ。3つ目がですね、炭酸水を使うという、この3点を気をつけてください。市販のですね、ミンチ肉、をご用意してください。合いびきです。今日は 280g の合いびきのお肉をご用意してください。温度はですね、少し冷やしといてあげてください。これ、温度が温かくなっちゃうとドリップって言って血液がぬるぬると出てしまうので、それ良くないです。気をつけてください。そしてですね、使っていただくのは玉ねぎ4分の1です。みじん切りになったものと、残り4分の3はですね、フライパンであらかじめある程度炒めてあげてください。で、これはですね、水分を飛ばしながらですね、焦げないように丁寧にです、温めてあげますと。飴色玉ねぎですね。まあでも本当焦がさないように。でも焦がしてもいいんですよ。玉ねぎはチップにしてしまって入れるパターンもあるんですけど、今日は少し水分が欲しいので、ある程度です。で、これお願いがあってですね、ある程度炒めたら、すぐに終わった後に冷蔵庫で冷やしてほしいんですね。で、温度の差があんまりない方がいいです。できました。綺麗ですね。飴色玉ねぎです。玉ねぎ4分の1がですね、こういうことになるわけですね。みじん切りにしたやつと飴色のやつとですね、この2種類を作っておいていただいて、冷蔵庫に入れといてほしいと。では、280g のミンチのところにですね、入れていただきたいのが、まずお塩ですね。お塩 2g です。サラサラサラ。これですね、すごい大事です。一番最初にお塩入れていただけるのは、これお塩って決着剤と一緒なので、お肉に塩を入れるとですね、タンパクが少し変性して粘りが出てきてくれます。なのですごい大事。で、そこに合わせていくのがですね、今日ビーフコンソメ使います。いろいろと研究したんですけれども、お肉にお肉の味を足すっていうのはですね、これ結構大事です。ハンバーグは特にですけれども、このビーフコンソメ使っていきましょう。これを少し粘りが出るようにですね、ある程度揉むようにしてやってあげたらいいと思うんですよ。で、ここで大切なのが、ある程度まとまってきた段階でですね、温度が上がりやすくなるので、使っていただきたいのが氷水ですね。この氷水を使っていただいて、温度を上げないようにしていただいて、この状態でこねてあげてください。これすごい大事です。ここで温度が上がっちゃうと、結局肉汁が出ちゃいますし、お肉まとまらなくなります。これすごい面白いですね。で、よく焼いた時に身割れするってあるじゃないですか。ハンバーグが焼いた後にバリ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 って割れちゃうやつで、プロとの差っていうのはここにあります。温度をここで冷やしておいてあげると、焼いた後に身割れしないんですね。不思議です。で、ある程度こう粘りがね出てきて、弾力が出てくるんで跳ね返ってくるぐらいですね。耳たぶぐらいだと思ってください。まだガシッと固まってきたらですね、でも冷たい状態です。もう手入れるだけで冷たいなって感じです。で、そこに先ほどの生の玉ねぎで飴色玉ねぎ合わせて、パン粉をよく使うんですけれども、パン粉よりお麩の方が吸水率がいいので、ここはお麩を使います。お麩 5g です。これね、固まっちゃうんで、まばらに振ってあげてください。これ結構大事です。そして、卵黄ですね。卵黄。割れにくいやつを入れてあげると。で、ここで混ぜていきます。これね、結構硬くなります。お麩って思ってるより、本当にグルテンの塊みたいなもんなんで、かなりですね、硬くなっていきます。お麩が全体に均一に入るイメージを持っていただくと、お麩が一番粒子が細かいんでね、そうすると玉ねぎも飴色玉ねぎも両方とも混ざっていくよっていう感じです。すごい冷たいんですよ。なのにもう香りがすごいいいですね。結構粘りが出てくるんですね。このままいくと結構しっかりした食感になるんですね。で、よくハンバーグ練る時にお水入れるっていうレシピあるんですけれども、仕上がりをふわっとするためにここで使うのがなんとこれ強炭酸水をコンビニとかで売ってますんで、10g です。これ入れます。うわー、ジュワジュワって言った。シュワシュワって
これを足して練り込んでいくんですね。で、あんまり強く温度を上げちゃうと、当然ですけれども、炭酸が飛んじゃうんで、最後にこうメレンゲ絡めるようなイメージですね。スフレ作るみたいなんで、炭酸水をこう中に内蔵していくイメージです。出来上がりです。全然シャバシャバしてないですし、しっかりとまとまってる状態ですね。肉がまだ生きてるんじゃないかなって思うような感覚ですね。で、大きいハンバーグですけど、半分ですね。2等分にしておいてあげていただいて、これも実験したんですけれども、これはあんまりやらなくて大丈夫です。中の空気を抜くって言うんですけれども、これ、手から手の距離がですね、ほんと10センチぐらいでいいです。これあんまり大きくやると逆に形が崩れてしまうんで、大きい段階である程度空気を抜いておいてあげるっていう気持ちでやっていただければ大丈夫ですね。で、温度がまた上がっちゃうんで、あんまりやりすぎないようにしてあげてください。これだいたい 55g ぐらいですね。はい、ということで、種ですね。ハンバーグの種が出来上がりました。ここからです。厚みはご自身で調整していただいていいんですけれども、できるだけ火が入りやすいように。で、お肉って焼くとですね、結構膨れてきますんで、ギュッと縮んできて膨れてきますんで、ある程度薄い方がいいと思います。とはいえ、ハンバーグは1センチぐらいまではですね、指1本分ぐらい、親指の厚さぐらいですね、1.5 センチぐらいまではですね、火が入っていきますんで、そのぐらいの厚さで調整してあげてもいいと思います。これすごくお肉今冷たい状態ですんで、びっくりしたらダメですから、最初は少し弱火ぐらいからですね。で、オリーブオイル入れて温めていってあげます。オリーブオイルは、馴染ませる程度なんで少量で大丈夫ですね。温度がですね、じわじわと上がってきたんじゃないかなっていう状態になったらですね、ハンバーグですね、入れていきましょう。いい音ですね。表面をパリッと焼いてあげないとまた肉汁が出ちゃうんで、最初の接地面はグッと姿勢を上げて、表面だけパリッと仕上げていただけたらと思いますね。で、結構早い段階で裏返します。表面はですね、もうパリッと仕上がってる感じですね。綺麗です。最初1分、裏面2分ですね。で、中火に変えてあげてください。ここから温度を上げて一気に中の温度を蒸していきます。オーブンがお家にあれば全体を温めていただいたらいいんですけれども、フライパン1個でやろうとすると蓋はあった方がいいですね。で、よくここに水入れてね、その蒸気で蒸すっていうのもあるんですけど、今回はそれをしないバージョンで、もう中でお肉踊ってる音しますもんね。で、大切なのがですね、この中の水分のコントロールなんですね、ハンバーグっていうのは。で、なのでこの中の水蒸気を溜めてあげるっていうのが大事ですね。で、最後1分です。これ止めていきます。で、火はこれ以上入れるとですね、焦げちゃうので、あとはもう余熱でぐっと火を入れていく感じですね。うわで、残った、オリーブオイルと牛のだしありますんで、これでソースを作っていきたいと思います。ケチャップ半量ぐらい、ソースです。ソースも豆板料で、日本酒も豆板料ですね。これでソースも完成です。油だけ切ったらハンバーグも完成です。盛り付けしてあげます。もうこれも温度上げてありますね。
付け合わせで色味に人参さんで、かぶですね。で、緑のブロッコリーです。軽く炒めた後にバターと、それからお砂糖で仕上げたものですね。これで一通り完成なんですが、あとはソース。今日はですね、付け合わせで今作ったばっかりのステーキソース。そこに卵黄。さらに、わさび。塩コショウ。玉ねぎソース。お米です。それでは最後にですね、ハンバーグのおすすめの食べ方があるので、ぜひやっていただきたい。まずはですね、ホクホクのご飯です。もうめちゃくちゃ茹だっておりますね。湯気が立ってて美味しい。炊きたてですね。このご飯の上に出来上がったばっかりのハンバーグをオンです。うわー。めちゃ綺麗。彩りを少し添えたり。そしてですね、そこに、お出汁です。今日なんと出汁割りをしていただきたいと思います。いきます。ホクホクですね。こちらでハンバーグ完成です。